廃墟となったホテルの冷蔵庫から発見された女子高生の遺体。彼女が受けた残虐すぎるその仕打ちとは。2004年12月22日、千葉県茂原市明町茂原駅前を2人の女子高生が歩いていました。そのうちの1人は県内の定時制高校に通う A さん。経済的な事情からバイトをしながら高校に通っていた A さんは普段は非常に忙しく、この日は久しぶりの休日。次の日も終業式だけで学校が終わるため、友人と夜通しでカラオケを楽しんでいたんです。久々にストレス発散できた。楽しかったね。すがすがしい表情で友人と談笑を交わしていた A さん。一方で不穏だったのは、ニヤニヤと笑みを浮かべる5人の男たちが彼女たちを遠巻きに眺めていたこと。そしてこの翌日、 A さんは廃ホテルの冷蔵庫から遺体となって発見されるんです。廃ホテルの冷蔵庫から発見された女子高生の遺体。5人の男たちのあまりに残虐な犯行の全貌とは。犯行が殺人にまで及んでしまったのは、少女が男たちにとって絶対に手を出してはいけない人物だったからなんです。おさすけちゃんです。やみやみこんな。やみさん、昨日ね、はい。アニメの血あるじゃないですか。丸。あんたが前にって言ってたやつ。はい。あれの全巻を買いまして。あら、なんで？アニメの続き早く見たいなと思って。もう待ちきれなくなっちゃって。待ちきれなくて漫画買っちゃったんですけど。そんな面白かった？面白いです。テーマとしても面白いんですけど、キャラクターの言い回しが独特で。ちょっと真似してよ。なんて言ってた？なんて言ってた？別に一語一句は覚えてないですけど、古風な言い回し。例えば、不正解は無意味を意味しないみたいな。名言みたいなね。そうそうそう。名言もそうなんですけど、ちょっとややこしい言い方してるのが逆に面白いなと。そうそうそう。今でこそ地動説がね、当たり前ですけど、この当たり前って、あれはあれで史実ではないんですけど、こういう感じで葛藤してた人もいるのかなって思いを馳せながら見ると面白くて、僕がキングダム好きなのもそういうことかもしれない。あ、そうなの？キングダムもさ、本当に王毅将軍、王毅将軍はいたんですけど、王骨ってやつと同一人物かとかいろんな説はあるんですけど、史実がさ、別にあの通りじゃないけど、ああいう人もいたのかもしれないっていうのがあると、なんかこう、胸が熱くなるっていうかさ、だって意味わかんないよね。地球がさ、動いてるかどうかで命かけて死ぬ奴らってさ、意味わかんないじゃん。そうそう。なんでそれに命かけんだろうとか、史実であったかもしれないと思いを馳せながら見れる漫画とかアニメいいなっていう。ね。アルゴとかもノンフィクション寄りで作ってるじゃないですか。多分僕そういうの好きなんでしょうね。でも、晴天航路とか読んでみたら？晴天航路？曹操のお話。マジでわかんない。面白いんだ。面白いと思うよ。でもめっちゃ名作って言われてるから、蒼天航路。じゃあ一旦、龍馬が行く見るわ。龍馬が行くじゃない？行くか。行く龍馬が行く行ってみよう行くでもいいんですけど。はい。失礼しました。はい。なのでちょっとそういう史実ベースで作られた作品あればね、皆さんもご紹介いただければと思います。本日ご紹介するのは千葉県で起こった女子高校生殺害事件について。この事件で不思議なのは、廃墟となったホテルで女子高校生の遺体が発見されたことなんです。またなんか妙なところで発見されて、犯人は廃墟に隠せば見つからないとでも思ってたってこと？そうなんです。しかもね、その廃墟っていうのは、心霊スポットとしても有名だったんで、ちょっと別の目線で言うとね、悪ふざけじゃないですけど、なんかそういった意図も感じられるし、こう、胸くそですよね、隠し場所もね。犯行はその時代特有の不良集団によるものでした。女子高校生2人が歩いていたその場所は、夜に女性が歩いていいような場所ではなかったんです。忍び寄る魔の手。2004年12月21日、千葉県茂原市。今日は友達とカラオケオールしてくるね。夜も更けた頃、そう言って家を出たその少女は、市内の定時制高校に通う A さん。彼女は家庭の事情もあって、バイトで家計を支えながら学校へ通っていました。その日は久しぶりの休日で、A さんもいつになく浮かれた様子だったんです。A さんは、その忙しい日々の中でも、成績優秀者として学費を免除されるほどの努力家。また、祖父が亡くなった後、一人になってしまった祖母を気遣って一緒に住むなど、心優しい性格だった彼女は友人たちからも好かれていました。 A さんは決して裕福ではないものの穏やかな幸せに満ちた生活を送っていたんです。そしてこの日、友人とのカラオケオールを楽しんだ A さん。店を後にしたのは明け方の4時過ぎで、辺りもまだ暗い頃。歌い明かしてストレスを発散した2人は他愛もない会話をしながら茂原駅前を歩いていました。会話に夢中な A さんたちは全く気がついていなかったんです。2人に忍び寄る不審なワゴン車の存在に。そして
して何ですか？突然2人を取り囲んだのは2人を尾行していたワゴン車から降りてきた5人の男たち。ニヤニヤと笑みを浮かべる男たちの様子に A さんはすぐに状況を察しました。逃げなきゃ。しかし有無を言わさず A さんたちに飛びかかり2人を押し倒してしまった男たち。身動きができない A さんたちはそのまま殴る蹴るの暴行を加えられます。その後カバンや財布を奪われながらもなんとか逃げ出した A さんの友人。一方で A さんは男たちのワゴン車に押し込まれそのまま連れ去られてしまうんです。友人は急いで警察に助けを求めました。すると警察はすぐに犯人の目星をつけたんです。その正体は地元で暴れ回る不良集団、いわゆるカラーギャングと呼ばれる連中でした。カラーギャング、なんか今聞くとセンスないように感じる名前ね。昔のね、不良集団といえばね、暴走族っていうのも有名だと思うんですけど、この時代は特にカラーですわ。何それ？カラーギャングが、ね、ね、有名だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、カラーギャングについて。カラーギャングとは1990年代に登場した日本の不良集団の俗称。アメリカのストリートギャングを模倣した集団で、チームカラーのバンダナや服、T シャツなどを着用して集団を誇示することがその名前の由来です。1990年代になるとそれまで主流だった暴走族にダサいという認識が生まれ、ファッション性を重視したカラーギャングが台頭。暴走族と違い少人数で犯罪を行うためバットや木刀、ナイフなどで武装していることが多く、凶悪事件に発展する例も少なくなかったんです。カラーギャングは2000年代にピークを迎えすぐに衰退。しかし近年でも少数ではあるものの埼玉県などでは存在が確認されているといいます。実は事件当時 JR 茂原駅周辺にはカラーギャングがたむろしており、強盗やひったくりなどの犯罪が多発していました。さらに赤や白、青など色分けされたいくつかのグループが対立し、暴走や改造車での暴走が横行。治安は著しく悪化していました。その中でも特に凶悪犯罪も厭わないことで知られていたグループが盗遊会、窃盗や性的暴行などを繰り返し警察にマークされていたこのグループは今回の事件でもすぐに容疑者に挙げられたんです。こんな状況知っちゃうと確かに暗い時間帯にさ、女子高生2人で歩いてるのってめちゃくちゃ危険よね。そうですね。犯人のね、盗遊会がどのような集団かを知っておくと、今回のね、事件っていうのはいつ起きてもね、おかしくなかったなっていうことが分かってくるんです。盗遊会。A さんの友人から通報があった12月22日の夜、警察は盗遊会のメンバーを尋問していました。で、別に俺ら何もやってませんけど、気だるげに足を組むその男は盗遊会のリーダー斉藤義人、その他斉藤の弟とその同級生、そして斉藤の父の下で配管工をしていた少年が取り調べを受けていました。斉藤の父は暴力団の組長、斉藤の両親は離婚しており、彼は10歳の頃から父親の下で育てられました。斉藤は若いうちからその暴力性を見せ始め、中学校卒業後には強盗致傷罪で少年院に送致。出所後は父親の暴力団に所属していましたが、他の暴力団関係者の自動車を盗んだことで破門されます。そして事件の半年ほど前になって弟が結成したカラーギャング盗遊会のトップに就任したんです。10人ほどのメンバーを有し、強盗、傷害などを繰り返す盗遊会は数あるカラーギャングの中でも抜きん出て悪質な集団。警察は何としても彼らを逮捕しようと根気強く斉藤らを尋問しました。すると警察の執念に根負けして彼らはその日のうちに犯行を自供。斉藤らの供述により5人目の共犯神明勝信の存在も明かされるんです。元暴力団で逮捕歴があるやつがトップ務めてる集団なわけでしょ。それはなんかいろいろ犯行とかめちゃくちゃ過激になってきそうな気もするわね。暴力団もね、手を余して破門にしてるわけですからね、これ。一方で気になるのは拉致された A さんの方なんです。斉藤らの取り調べから日付が変わり、12月23日の0時を回った頃、警察は千葉県東金市にある廃墟となったラブホテルを訪れました。由比グランドホテルというこのラブホテルは1995年頃まで営業されており、その後活魚という割烹料理屋に。しかしその活魚も1998年頃に廃業となり、以降は所有者が放置していたため廃墟と化していました。朽ち果てたホテルに足を踏み入れる警察一同。彼らはその中の一室で部屋の真ん中に大きな冷蔵庫が転がっているのを発見します。あいつらの話した通りだとするとここに間違いないな。そう言うと一人の警察官が冷蔵庫に歩み寄り、恐る恐るその扉を開きます。その中には A さんの遺体が押し込まれていました。小さく折りたたまれ、裸の状態で全身にあざを浮かべたその遺体は犯行に及んだ5人の残虐性をありありと物語っていたんです。ひどすぎて、なんかあんまりはっきりとは言いたくないんだけどさ、犯人たちの目的ってお金とかそういう性的なことだったりするわけでしょ。別に殺すことはないじゃないのよ。
実は彼らはね、犯行に及ぶ中で A さんを生かしておくとね、自分たちに都合が悪いってことが分かってくるんです。そして、その犯行の全貌は、むごいなどという言葉では言い表せないほどひどいものだったんです。後戻りできない理由。事件当日の12月22日の明朝、ターゲットを探して茂原駅の周辺をうろついていた5人の男たち。彼らは乗っていたワゴン車の中からカラオケ店を後にする A さんとその友人の姿を見つけました。そして2人が人通りの少ない路地へ入ったのを見ると、犯人の1人、神明が不敵に笑ってこう言います。よし、今日はあの女をおもちゃにしよう。神明のその言葉を合図に、2人の少女の後ろ姿にゆっくりと近づいていくワゴン車。車が少女に追いつくと、彼女たちは5人の男によって襲われ、そのうち A さんだけがワゴン車に押し込まれてしまいます。助けて助けて。必死に助けを求める A さんと1人取り残され気が気ではない友人。彼女たちの怯えた様子など意に介すこともなく、ワゴン車は急発進。車が走り去った後には、呆然とする A さんの友人とボロボロに引き裂かれた A さんのコートだけが残されていたんです。やめて、お腹に子供がいるんです。揺れるワゴン車の中で寄ってたかって A さんの体をまさぐる男たち。 A さんはあまりの恐怖に涙を浮かべながらその身を守るため苦し紛れの嘘をついた。しかし男たちはその言葉に耳を傾けるはずもなく、 A さんをそのままもてあそび続ける。そんな折、ワゴン車が止まったのは朝方で車通りもないトンネル。ここいらでいいだろう。斉藤が一言そう言うと、 A さんを車から引きずり下ろした5人の男たち。いや、やめて。男たちは震える声で叫ぶ A さんから無理やり衣服を剥ぎ取り、その体を凌辱する。最悪だったのは、じゃんけんで負けた者が A さんの体を触るという、まるで汚物を扱うかのような振る舞いを男たちがしたこと。そしてそれは暴行が一段落した頃、犯人のうちの一人の少年が A さんにこんなことを尋ねた。お前、名前は？なぜ少年が彼女の名前を聞こうと思ったのか、その意図は定かではない。ひょっとすると自分が犯した少女の名を言いふらし、 A さんを晒し者にでもするつもりだったのかもしれない。しかし、私の名前は？消え入りそうな声で A さんが自身の名を告げた瞬間、少年の表情は凍りついた。やばいっすよ斉藤さん、神明さん、こいつ俺の知り合いの妹っす。もしかしてさ、知り合いの妹に手出したらただじゃ済まないから、だからっつって殺したってこと？まあ、そうですね。顔も見られてますし、身元も特定されちゃうってことだったと思うんです。誰にも話さないように脅しをかけて早めに返そう。少年の話を聞いた斉藤はすぐにそう判断を下しました。よかった、やっと帰れる。散々ひどい目に遭わされたものの、ようやく解放されることに A さんも少しの安堵を覚えていました。しかし彼女の兄と知り合いだという少年が放った次の一言で、その希望は無残にも打ち砕かれてしまうんです。何言ってんすか斉藤さん、もう殺すしかないっしょ。もう何こいつ、自分が何言ってるか分かってんの？少年はね、 A さんの兄との関係性もあったんで、何があっても彼女を返すわけにはいかなかったんです。そして一人が殺すと発言してしまえば、その不良集団は歯止めが効かなくなっていたんです。海に沈める、山に埋める、燃やす。 A さんがその場で話を聞いていることなど気にも留めず、彼女を殺し隠蔽する方法について話し合う男たち。そうして彼らが出した結論はこうでした。東金に昔ラブホだった廃墟があんだわ、そこに隠すぞ。こうして斉藤らは一路ユイグランドホテルへ。そこで散々に暴行を加えられた A さんが意識を失うと、斉藤らは彼女の体にタバコの火を押し付けます。タバコを押し付けたのは A さんにまだ息があるのを確かめるため。彼女が反応したのを見ると、神明は足元に落ちていた電気コードを手に取りました。そして A さんの首を思い切り締め上げた神明。途中電気コードが切れると A さんは必死に声を上げて命乞い。満身創痍の A さんは血に濡れた髪の毛が顔に張り付いてしまっている状態でした。うるせえぞ。神明は彼女を黙らせるために蹴りを入れ、今度はその喉に直接手を伸ばします。そしてそのまま A さんを絞め殺してしまうんです。聞いてらんないぐらい残酷すぎるじゃないのよ。もう A さんはもう寄ってたかってさ、殴る蹴るされてもどんだけ怖かったと思うの？本当にね、女性がね、複数の男から暴力を振るわれることほど恐ろしいことって本当にないっすよね。普通に考えてね、こんな連中が街に出歩いてたっていうことを考えると、日本もね、時代によっては本当に恐ろしい時代ってあったんだなって思いますよね、本当に。逮捕後、斉藤らはこの事件以外の余罪についても厳しく追及されますが、取り調べに応じる態度は罪の重さを全く理解していないと取れるものでした。この野郎、
人が一人亡くなってんだぞ。真面目に答えろ。取り調べ中、ニヤニヤと笑う斉藤らを前に激高する警察官。彼らが事の重大さを理解したのは裁判が佳境に差し掛かった頃のことでした。反省するには遅すぎると言わざるを得ませんが、以降犯人の一人の人名は遺族に謝罪の手紙を送付。そして A さんの殺害を提案した少年は判決を前に刑務所内で首を吊って死んでいました。こうして迎えた2005年11月16日、強盗殺人、死体遺棄で有罪となった斉藤と人名は無期懲役の判決に。当時未成年だった少年2人に関しては懲役13年と14年の刑が下されました。判決を聞いた4人はひどく動揺し、謝罪を述べる場面でも聞き取れないような小さな声で話したといいます。逮捕直後の彼らの余裕は消え失せ、完全に意気消沈。どうせまた何年かすれば出所できる。カラーギャングの世界しか知らない井の中の蛙と呼べるその男たちは、そうやって自身の犯行を甘く考えていたのではないでしょうか。身勝手にも少女をもてあそび、顔が割れると分かるや否や勢いに任せて殺害してしまった男たち。集団にならないと虚勢を張ることもできない彼らは、本当はこの上なく臆病だったのではないでしょうか。あなたは彼らのように間違っていると分かっていながら周りに流されてしまった経験はありますか？おざっす。皆さんね、ここで朗報がありまして、秘密結社アルゴメトリーの秋のキャンペーンっていうのが始まりまして、具体的にはね、ご覧の期間で、なんと無料期間でお届けさせていただければと思います。具体的にはね、この秘密結社アルゴメトリーで上がってる動画としてはですね、本当今たくさんあるんですけど、オウム真理教事件、エプスタイン島事件、日本軍731部隊、ジャパンライフ巨額詐欺事件、新潟少女監禁事件、第一生命19億詐取事件、藤沢市母子5人殺害事件、韓国水原バラバラ殺人事件、あとテッドバンディ、あと旭川中学生投資事件、韓国の学校性暴行事件、コロンバイン高校銃乱射事件、ロシア中学生銃乱射事件、光市母子殺害事件、あとはナイツ花輪さんとのコラボ死についての完全版と芸能界の裏話っていうのと、あとは松戸市の女子高生転落死事件、和歌山毒物カレー事件だったりとか、あとオウム真理教のね、村井秀夫刺殺事件だったりとか、あとは地面師に貢がれた女、錦糸町ハプバー経営夫婦殺害事件だったり、あとはトヨタ商事の会長刺殺事件、目黒女児虐待死事件だったりとか、あとは検索してはいけないキーワードでアカデミーマニアックスっていう動画だったりとか、サロンのね、最初に始めた時よりも動画がかなり増えてきたんで、逆にね、今から入ると結構お得かなと思います。というわけでね、いろんな事件があるんですけれども、この期間においてはね、無料でね、ちょっと参加してみて、サロンを続けようか。ね、含めてね、ご判断いただければと思うんで、サロンに興味あったんだけど、ちょっと最初からお金かかるのはなっていう方は、この無料期間、秋のキャンペーン中にね、ぜひ入ってみてね、ご判断いただければと思います。